マリサ、前回 GTR を紹介した時に、280馬力規制にフェアレディ Z が、関係していると言ったよね。言った、そうだよ、レイム。実はフェアレディ Z、Z32 は日本の自動車メーカーの中で初めて300馬力に到達したモデルだったんだ。でも、旧運輸省の行政指導により、やむなく280馬力に抑えられることになったんだよ。それは驚きだね。でも、なんで280馬力に抑えなきゃいけないの？この規制は、社会的な背景と安全性への配慮から設けられたものだよ。なんで1980年代後半に交通事故死者数が急増し、第二次交通戦争と呼ばれる社会問題となったことを受けて、運輸省、現在の国土交通省が日本自動車工業会などに、ハイパワー競争を控えるよう要請した結果、国産車は最高出力を280馬力に抑えることになったんだ。しかし、フェアレディ Z の輸出仕様は300馬力のままで、この自主規制が国内で発売される国産モデルにのみ適用されたんだ。また、280馬力を超える輸入車はどんどん日本に輸入されていたんだ。それはフェアレディ Z ファンとしては、面白くないよね。その後、2004年に自主規制は撤廃され、日産フェアレディ Z は300馬力のまま輸出仕様で国内でも販売されたんだよ。この規制は、国内のマーケットがすでに最高出力を競い合う時代ではなくなっていたことから、撤廃されたんだ。なるほど、それでフェアレディ Z は不遇のヒーローとして、その性能とデザインが評価されている名車の一台なんだね。そうだよ、レイム。それで、今回はそのフェアレディ Z、Z32 の元祖とも言える S30S130 を中心に、なぜ社名がフェアレディ Z なのか、人気の理由も説明していくよ。わあ、楽しみだね。それじゃあ、早速始めて。もちろんだよ、レイム。それでは、フェアレディ Z について詳しく説明しよう。それでは、ゆっくりしていってね。レイム、フェアレディ Z の名前の由来を知ってるか？フェアレディ Z の名前の由来？それは知らないわ。教えてくれるの？フェアレディ Z の名前は、当時の日産自動車の社長であった川又勝治氏が、ブロードウェイミュージカルのマイ・フェアレディに感銘を受けたことに由来しているんだ。マジで？ミュージカルから名前を取ったの？そうだよ。フェアレディは貴婦人、美しいお嬢さんを意味し、Z はアルファベットの最後の文字であることから究極、道への可能性と夢を意味しているんだ。ほう、それは面白いわね。だからフェアレディ Z って名前なのね。そう、車にも洗練されていく美しさを求め、命名されたんだよ。この名前は、先代オープンモデルから引き継がれるフェアレディ、美しいお嬢さんを発展させたもので、道の可能性と夢を秘めたアルファベットの最後の文字 Z を組み合わせた造語なんだ。まさに、フェアレディの未来を予感させる発展的なネーミングと言えるよね。なるほど、それはすごいわね。フェアレディ Z の名前にはそんな深い意味があったんだ。今度から見る目が変わりそうよ。レイム、そのフェアレディって名前の車があったって、知ってる？知らない。フェアレディって名前の車が他にもあるの？そうだよ。実は、フェアレディ Z の前にもフェアレディと名付けられた車があったんだ。それが、日産のスポーツカー、ダットさん、フェアレディさ。ほう、それは初めて聞いたわ。ダットさん、フェアレディは、1960年代から1970年代にかけて生産された2座席のオープンカーで、その美しいデザインとスポーティーな走りが評価されていたんだ。なるほど、それは面白いわね。フェアレディ Z の前にも、同じくフェアレディと名付けられた車があったなんて。そうだね。フェアレディ Z は、そのダットさん、フェアレディの後継モデルとして登場したんだ。だから、フェアレディの名前が引き継がれたんだよ。ほう、それはすごいわね。フェアレディの名前にはそんな深い歴史があったんだ。レイム、せっかくだから、ダットさん、フェアレディの説明を聞きたくないか？それは面白そうね。ダットさん、フェアレディってどんな車なの？まず、初代のダットさん、フェアレディは1959年から1962年にかけて生産されたんだ。エンジンは直列4気筒で、1リットルと1.2リットルの2つのバージョンがあったよ。全長は約4メートルで、全幅は約1.5メートル、全高は約1.4メートルだったんだ。車両重量は765キロから890キロでモデルによって異なっていたよ。ほう、軽いね。そうだよ、その後にもいくつかのモデルが出てきたんだ。例えば、ダットさん、スポーツ戦は OHV988cc の C 型エンジンを搭載していて、最高速度は時速115キロだったんだ。そして、ダットさん、フェアレディ1200は OHV1189cc の E 型エンジンを搭載していて、最高速度は時速132キロだったよ。なるほど。そして、2代目のフェアレディは1962年から1970年にかけて生産されたんだ。エンジンは直列4気筒で、2リットル、1.6リットル、1.5リットルの3つのバージョンがあったよ。
全長は約 3.9 メートルで、全幅は約 1.5 メートル、全高は約 1.3 メートルだったんだ。車両重量は910キロだったよ。ほう、3つのバージョンがあるなんて、それはすごいわね。そうだよ。そして、フェアレディ2000は直列4気筒 SOHC1982cc の U20 型エンジンを搭載していて、最高速度は時速205キロだったんだ。これは国産初の時速200キロオーバーカーとなり、高性能車としても注目を浴びたんだ。なるほど、それは面白いわね。ダットさん、フェアレディの歴史にはそんな深い背景があったんだ。マリサ、そのダットさんって何？ダットさんの由来は、日産自動車の源流である改新車に遡るんだ。1914年に完成した乗用車には、支援者であった電賢次郎、青山六郎、竹内明太郎のそれぞれの頭文字である D、A、T と、逃げるウサギのように非常に速いことの例えである、ダットのごとく、にかけて、ダット号、ダットカーと名付けられたんだ。イニシャル D、どっかで聞いたような。そして、軍用保護自動車を製造する傍ら、1929年、昭和4年頃から小型乗用車の試作を開始。1930年、昭和5年に試作車が完成し、社名を DAT の息子の意味のダットソンとした。後になって DAT の定義は、デュラブル、耐久性がある、アトラクティブ、魅力的な、トラスト OC、信頼できる、に改められた。なるほど、理由は後付けだね。そして、1932年には、ダットソンの SON が日本語のゾンに聞こえ、縁起が悪いということから、英語で同音の SUN、太陽に変え、ダットさんと解消したんだ。なるほど、それは面白いわね。レイム、フェアレディ Z のアメリカ名も初めはまだダットさんだったんだよ。フェアレディ Z のアメリカ名がダットさんだったの？そうだよ。初代のフェアレディ Z、S30 と2代目のフェアレディ Z、S130 は、アメリカではダット 3240Z とダット 3280ZX として販売されていたんだ。ほう、それは面白いわね。その通り。3代目のフェアレディ Z、Z31 からは、アメリカでは日産 30ZX という名前で販売されていたんだ。そして、4代目のフェアレディ Z、Z32 も同じく日産 30ZX として販売されていたよ。なるほど、ここからフェアレディ Z のアメリカ名がダットさんから日産に変わったんだね。そうだね。そして、5代目のフェアレディ Z、Z33 はアメリカでは日産 350Z として、6代目のフェアレディ Z、Z34 は日産 370Z として販売されていたんだ。ほう。フェアレディ Z は、ポルシェ、911と並んで、単一社名で半世紀以上継続生産されている数少ない車種なんだ。そして、日本では、Z、と略称で呼ばれているけど、北米を中心とした海外では、フィーカー、などと呼ばれているんだ。なるほど、でも、Z の方がかっこいいね。そうだね。そして、初代フェアレディ Z、S30 型は、1969年に北米市場向けに企画されたんだ。当時の若者たちはスポーツカーに憧れていたけど、ヨーロッパの高価なモデルは手に入りにくかったんだ。そこで、3万ドル以下で誰でも買えるスポーツカーを作ろう、という意気込みで初代フェアレディ Z が誕生したんだ。その価格と性能から大ヒットし、日産を代表するスポーツカーとなったんだよ。ほう、それはすごいわね。そして、初代 Z はロングノーズとショートデッキのスタイリッシュなボディ、直列6気筒エンジン、フロントミッドシップのパッケージングを持っていたんだ。そのステアリングは重く、操縦が難しかったけど、その、独特の張り詰めたような空気感は、未だに受け継がれていると感じられるよ。マリサ、スカイラインとフェアレディ Z のコンセプトの違いは何？それはいい質問だね、レイム。実は、日産のスカイラインとフェアレディ Z は、それぞれ異なるコンセプトで設計されているんだ。ほう、それぞれどんなコンセプトなの？まあ、簡単に言うと、スカイラインは、通常2ドア4シーターのクーペモデルとして提供されている。これは、前席に2人、後席に2人の乗車定員を持つ設計だ。ただし、一部のスカイラインモデルはセダンやワゴンとしても提供されており、それらは4ドアでより多くの乗客を収容できるんだ。フェアレディ Z は、伝統的に3ドア2シーターのスポーツカーとして知られ、運転手と1人の同乗者を収容する設計だ。フェアレディ Z は、スポーツカー愛好家にとって魅力的なプロポーションとパフォーマンスを提供しているんだ。ということは、スカイラインは4シーターであり、フェアレディ Z は2シーターが基本的なシート構成ということね。そうだ。まず、スカイラインは日常の街乗りからドライブまで、幅広い用途に対応する車だよ。いわゆる GT カーだ。豪華なインテリア、広々とした室内、高席の居住性が特徴で、快適なドライブを提供するんだ。
高速道路や長距離ドライブでの安定感もあり、家族や友人との旅行にも適しているよ。スカイラインは快適性と走行性のバランスを楽しみたい方々に向いているんだね。そうだよ。一方、フェアレディ Z は初期のコンセプトが米国で受けて、若者に広く乗って楽しんでもらいたいという思いから生まれたから、スタイリッシュなボディデザインとソリッドな乗り心地が特徴で、スポーツカーらしい走りを楽しみたい方々におすすめだよ。クーペボディとパワフルなエンジンは、スリリングなドライビング体験を提供するんだ。ほう、それはすごいわね。フェアレディ Z はスポーツカーらしい走りを楽しみたい方々に向いているんだね。そうだね。これらの車種は、それぞれ異なるターゲット層や特性を持ち、個々の好みや用途に合わせて選ぶことができるんだ。スカイラインは快適性と走行性のバランスを楽しみたい方々に、フェアレディ Z はスポーツカーらしい走りを楽しみたい方々におすすめだよ。なるほど、それは面白いわね。スカイラインとフェアレディ Z、それぞれが異なる特性を持っていて、それぞれの好みや用途に合わせて選べるんだね。レイム、そろそろ、フェアレディ Z のスペックを説明するが、いいか？いいよ。楽しみにしてるよ。フェアレディ Z は、1969年、昭和44年10月18日、発表されたんだ。第16回東京モーターショー、10月24日開幕に先立つこの日に発表され、同年11月に販売を開始したんだ。ごくり。日本国内でのグレード展開は、Z、ZL、Z432 の3種類。Z、ZL は SU ツインキャブレターを装備した SOHC の L20 型エンジンを搭載。Z はベースモデルで4速マニュアル。ZL は5速マニュアルを搭載し、AM ラジオ付きカーステレオ、助手席フットレスト、リクライニングシートなどの装備を充実させたモデルだ。なんだ、その Z43 には、Z43 は旧プリンスで開発され、スカイライン 2000GTR に搭載されていた、ソレックスツインチョークキャブレターを、3機装備した4バルブ DOHC の S20 型エンジンを搭載した高性能バージョンだ。ゲゲ、スカイライン 2000GTR と同じ、DOHC の S20 型エンジン搭載なんて、それだけ聞いてもすごそう。432のネーミングは、4バルブ、3キャブレター、2カムシャフトの意味であり、搭載される S20 型エンジンの構造に由来するんだ。またレース用にボディ軽量化や装備を簡略化した Z432R も用意された。これはカタログには載ってはいたが公道を走れないレース専用車両で約10台が生産されたんだ。公道を走れない車を販売するなんて、ぶっ飛んでいるね。どうして、Z432R は公道を走れないの？そもそも、車検をパスする仕様じゃない。レース用に改造ありで考えているからね。例えば、どんなところ？軽量化、Z432R は、ベースモデルである Z432 からさらに約100キロの軽量化されたんだ。具体的には、ボンネットは FRP 製、ボディ外板には標準車よりも 0.2 ミリ薄い鉄板が用いられ、サイドリアウィンドウは軽量なアクリルを採用している。約100キロの軽量化はすげえ。エンジンは S20 型で Z432 と同じだが、レース用でチューニングが施されることが前提だったため、エアクリーナーは取り外されてキャブのファンネルが剥き出しになっている。スペックそのものは160馬力 18.0 キロで Z432 と変わらない。耐久レースに備えて、燃料タンクは40リッター増量された100リッターの専用品になっているんだ。内装もレース仕様に合わせてシンプルにされている。シートは FRP に布を貼ったバケットシートに置き換えられ、ヒーターやベンチレーターはもちろん、グローブボックスや灰皿などの装備品が取り除かれているんだ。このあたりの簡素化も、軽量化には重要だね。レースでの使用に最適化するため、FRP 製のアンダーカバーとリアスポイラーを装着して空力性能を向上させている。これらの特徴により、Z432R はレースでの高いパフォーマンスを発揮することができた。しかし、これらの特性が公道での走行を難しくする要因ともなったんだ。ヒーターがないのは実用的ではないね。おっと、話を戻すね。ほいほい。フェアレディ Z は1969年から1978年まで生産された初代 S30 型系から話を始めるね。エンジンは L20 型から始まり、その後 L20E 型、S20 型、L24 型、L26 型、そして L28 型と進化していったんだ。それぞれの排気量は、1998cc、1989cc、2393cc、2565cc、そして 2753cc だよ。うわぁ、いろんなエンジンの排気量があるのね。それぞれのエンジンの排気量が違うということは、エンジンの大きさやパワーが違うということだよ。大きなエンジンほど、より多くの空気と燃料を燃焼させることができ、それによってより多くのパワーを発生させることができるんだ。なるほど、それならエンジンの大きさは車の速さに直結するのね。その通りだよ。
この車のホイールベースは 2305mm から 2605mm、全長は 4115mm から 4425mm、全幅は 1630mm から 1695mm、全高は 1280mm から 1290mm だよ。そして、車両重量は 975kg から 1145kg。最高速度は時速 180km から時速 210km だよ。すごいね、そんなに速く走れるなんて。そうだね。さて、次に1978年から1983年まで生産された2代目 S130 型系について話すね。エンジンは L20E 型、L20ET 型、そして L28 型が搭載されていて、それぞれの排気量は 1998cc と 2753cc だよ。最高出力は130馬力から155馬力。ホイールベースは 2320mm、全長は 4420mm、全幅は 1690mm、全高は 1295mm。そして、車両重量は 1225kg だよ。2代目もすごいね。でも、1代目と比べてどう違うの？ 2代目は、従来の S30 型シリーズの性格を引き継ぎながら、昭和53年度排出ガス規制に対応するとともに、空気力学の追求により生まれたシャープなスタイルと快適な居住空間の確保、整備仕様の充実など、より使いやすい個性的なスポーツカーとして一新されたんだ。なるほど、それなら2代目は1代目よりも進化したバージョンなんだね。また、1982年10月、歴代フェアレディ Z 初の L20ET 型2リットルターボエンジン搭載モデル、フェアレディ Z ターボが追加されたんだ。日本車初の 60% 扁平率タイヤ、いわゆる60タイヤとなる 215-60R15 装着車だった。当時はこれが超ワイドタイヤと呼ばれたんだ。へえ、ここから、超ワイドタイヤが始まるなんて、魅力いっぱいだね。そうだね。だからこそ、フェアレディ Z はヨーロッパ製の高級 GT に匹敵するスペックと魅力あるスタイルを兼ね備えながら、安価であり、北米市場を中心に大ヒットしたんだ。日産のイメージリーダーとして足掛け10年にわたって生産され、全世界での総販売台数は約55万台、各高地日本国内8万台という、当時のスポーツカーとしては空前の記録を樹立したんだよ。本当にすごいね。それに、そんなにたくさんの車が売れたなんて、驚きだわ。レイム、フェアレディ Z、S30、S130 の魅力の一つとして、チューニングがあるんだが知っているか？フェアレディ Z は知ってるけど、チューニングって何？チューニングってのはね、市販の車に手を加えて性能を向上させることだよ。エンジンのパワーアップや車体の強化などが行われて、走行性能を高めるんだ。ほう、それってどうやってやるの？方法はいろいろあるんだけど、例えばエンジンの改造とか、エアロパーツを装着して空気抵抗を減らすとか、サスペンションを調整するとかね。特にフェアレディ Z の場合、L 型エンジンっていうのが搭載されていて、これが改造しやすいんだよ。L 型エンジンって何？それが改造しやすいってどういうこと？ L 型エンジンはね、日産の直列6気筒及び直列4気筒ガソリンエンジンの総称なんだ。これらのエンジンは、SOHC 方式で、2バルブ構造を採用していて、吸気と排気が同じ方向から出入りする、ターンフロー形式を持っているんだ。それがどうしたっていうの？それがね、この L 型エンジンはフェアレディ Z 以外にもたくさんの車種に使われていて、排気量展開も多く、部品の使い回しが効くから生産や整備に非常に都合がいいんだよ。その頑丈な設計と拡張性により、排気量アップや出力向上にも対応できるんだ。だから、チューニング愛好家にとって魅力的なエンジンなんだよ。なるほどね、それでチューニングがしやすいんだね。でも、具体的にどうやって改造するの？具体的な方法としては、ポート加工とか、ヘッド加工とか、エキゾーストシステムの改良とか、エンジンマネージメントの最適化とか、ボアアップとか、下級機の追加とかがあるよ。それぞれどういうこと？じゃあ一つずつ説明しようと思ったけれど、どうせ、レイムには難しすぎてわからないだろうから、今回はやめておこう。おいおい、どういうことだよ。ふざけんじゃないよ。今回はここまで、フェアレディ Z の魅力の半分もご紹介できていないな。いやいや十分すぎるほど、フェアレディ Z の魅力がわかったよ。次回は Z31 以降を説明するよ。待っててね。マリサ説明ありがとう。ここまで、ご視聴ありがとうございます。これからも、昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったら、コメント、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回もお楽しみに。それでは、また次回。それじゃあ最後まで、ご視聴ありがとうございました。